じゃあ、OK。じゃあ、引き込みつぶしっていうのからやっていきましょう。まずここを持ってみてください。妹を。はい。こう持たれた状態ね。で、これは、普通にこう、やるのでなかなか大変なんですけど、この手首のところね、ここをうまく使いながら引き込むようにこれをかぶせる。そのタイミングもあるんですけど、しっかり、それがうまく合うと、こういうふうに、腰が、膝とか腰が緩んでしまうんですよ、そのまま持っていっても相手がしっかりするんですけど、この辺がしっかりするので、これは浮き身をかけたりすると背中の力とかでいくんですが、それはまあちょっとやらずに、これをね起こすようにするとここが抜けてくるので、まあそれだけだとダメなんですけどね、この全部があるんですけど、これが合うとこういう感じで。これが引き込みつぶしです。じゃあ次行きましょうか。じゃあ座っていただいて、次は合気道なんかの合気上げっていうのはどうやってやるの？合気上げたことない？合気上げないか。まあちょっと私が見てこういうのグッと押さえて、こう持たれた場合に、まあよく言うのはね、耳たぶを持つようにとか言うとこう。なんで構造的に強くなるね、肘が落ちて肩が下がってこう相手が不利になってこういうふうになるっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのをやらずに手だけでやろうとするともちろん大変だし、体重をぐっと押さえつけてきて本当にもうこう大変なんですけど、手でやろうとせずに背中から動いてしまえば、こういうふうに、まあ、相手はそこにとどまっていられない、しっかり手はもう何も力を入れないようにしておいて、ポンといくという感じね。じゃあ片手でやってみましょうか。こっちに両手で持ってる。これは耳たぶを持とうとしても結構きついの、これは。なんか他のやり方でこうグッとね持っていかないと厳しいんですけど、これも背中を使えばこう手を緩めておいて、こういう感じに使えばもう一回やってみましょうか。しっかり体重かけて、もう絶対に手だともうこのぐらいしかいけないと思うんですけど、この辺をちょっと遊ばせておいて、いけばずれるっていうのがあります。ともう一つ背中で合気道なんかであると、これでまあ僕も河野先生の受けなんかでこれはよくやらせていただいたんですけど、まあこれも背中の使い方がまあ一応今現在私がやってる中では何ていうのかな、まあ崩しやすいやり方になりました。ここで相手がぐっとしっかりこう来てますよね。はい、それに対して手でいこうとせずに背中を使うんですよ、うまく。こういう感じで使ってあげると崩せる。両手でやってみて、両手でここを持っている。違う、ここを持っている。これだと普通に行こうとしても中心を取ってね、こうと行こうとしても結構この辺で止まるんですよね。ですがこう背中を使って槍でつくような感じですよね。剣で振り下ろすというよりは槍でつくような感じにしていくと、これがなります。はい、まあ背中からの発力とか背中から動いていくっていう感覚ですね。はい、じゃあ次立ってください。今度は春動ですね。春動はですから、この間7月20日の DVD にご紹介して、この使い方ね、手の指、足の指、肩甲骨周りを細かくゆっくりと力感なくうごめかせるというふうにやりました。紹介したんですけど、まあその説明はここでは省きますけど、はい、この横の振り飛ばしっていうのがあって、普通にこの状態で相手を横に振り飛ばそうとしてもしっかりしてるとこれ以上はなかなかいかないんですけど、ここで細かく春動をかけ続ける力を、そういたしますと、ここまで
相手が振り飛ばされる、加速度的に振り飛ばされていくっていう形になります。でそれを用いて、かかし落としというこの状態から振動をかけて、これただバカ力でやってみたいんですけど、何もなしでね普通にやろうとすると、何もなしで普通にやろうとすると行くわけないんですよ。ぶつかっていくわけないんですけど、ここで柔らかく振動をかける。あとはその円に使うということね、相手を円に崩すというのと、振動でぶつからない弱いところがそこで止まってしまわないようにして使うと、崩すことができます。はい、でもう一つ、これ今のはかかし落とし、かかしになるように崩れると。今度は駒落としですね。これも振動をかけます。状況がここと一緒ですね。ここで今度はこういうふうになります。ちょっと反対側からこちらからやってみましょうか。振動をかけてます。この状態でこういうふうになります。これの、ポイントは、振動をかけ続けるということと、接触ね。この接触が強すぎても相手の反射が無意識的に反射でグッと止まってしまいますが、このスッと滑らせるこの動きっていうのは途中までやりますけど、この動きは結構止められないんですよね。フッというのはね。はい、それで普通で止められるところにさらに振動が効いてますから、もっと止められにくい状態で、気がついたら回ってしまってる。で回ってしまってる時には、これはさっきの引き込みつぶしと同じように膝と腰がなぜか緩むんですよね。ですから回転するだけで転倒してしまう、そういう状態になるんですね。ここでフッと転倒してしまう。これが駒落としです。はい、じゃあ続いてもう一ついきましょう。これは新しいやつね。呼びスズメ、情で引き合うときに情をつかまれた対応法として呼びスズメというのをやったんですが、それを素手でもやります。この状態で、普通に呼びスズメだけをかけますとどうなるかというと、普通に手で引っ張るとしっかり頑張ってみて、グッしっかりグッとこそうとして、このぐらいですよね。せーのでゴンとこんなもんですけど、呼びスズメをかけるとせーのでいきますよ。せーのでボーンとこういう感じになりますので、はい、それを使ってちょっと下に沈むんですね。呼びスズメを使ってちょっと下に沈んでこうないと、もう相手が回転してしまう。もう一回いきましょうか。こっちからいきましょうか。ここでこうで、今度は、スズメ倒しですね。呼びスズメをかけて倒します。ここでポンとかけて、それでスッとこっちに落として、こっちの方が実用的かもしれませんね。じゃあこっち側にこの状態から呼びスズメをかけて、こうそれでそっちをかけて落としていきます。はい、以上ですね。これで以上ですね。はい、では、わかりました。